んにちは、もずくです。今回は配信で作っていた秋×黒がテーマの島コペマート島の自宅をレイアウトしていきます。背景に写っているお家が今回レイアウトするお家で、地下は増設していないので5部屋レイアウトしていきます。それでは早速作っていきます。どうぞ。最初に中央のお部屋から。家全体のテーマは自宅で、今から作るお部屋はキッチンとリビングです。この島は秋の色と黒に加えて青を差し色に作っているので、家全体は青を使っていこうかと思います。壁に青いタイルの壁、床にモロッカンのアートタイルの床を使いました。そして物量多めなレイアウトに近年ハマっているので、柄物の壁床で情報量を増やしています。次に間取りです。中央の部屋は間取り作りが難しいとよくみんなからも聞くんですけど、作りやすくなる私なりのポイントがあるので紹介してみます。今回の部屋だとキッチンが一番メインとなるので、まずキッチンの位置を決めます。そこから奥の部屋に行く動線を直接的ではなくキッチンから入るように作りました。こんな感じで1箇所作ってしまって、そこからどのように他の部屋に行けるかの動線を決めると空間が分けやすくなるんじゃないかなと思います。ではキッチンを飾り付けて、その手前にリビングを作ります。今回のもう一つのテーマとして海外の実家っぽさを取り入れていきたいので、カントリーシリーズや柄を使ったりして安心する要素を入れてみました。そして細長く少し使いづらいスペースを区切ってしまいます。完全に閉じてしまうとデッドスペースになってしまうので、突っ張りラックでリビングから見えるようにしました。カーテンも設置して入り口があるようにも見せます。これで間取りが決まったので、ラグを敷いて家具を追加。差し色にオレンジも使ってみました。それと自宅前にアウトドア用品を置いていたので、家主はアウトドアが好きという設定でインテリアにも取り入れています。あと猫ちゃんも住んでます。次は小物や壁を飾って仕上げ。小物は生活感のあるアイテムを使ってこの家での暮らしが想像できるようにしました。仕切り壁前は蛍光灯を設置して物足りなさをカバー。ドアで他の部屋を増やしたり、壁にも生活感のあるアイテムをちょこっと取り入れていきます。最後に曲がり角にカラーボックスとラジカセを置いたら中央の部屋は完成です。次は右のお部屋にバスルームを作ります。メインはトタンの壁にして床でオレンジ色を取り入れました。バスタブを置く側はタイルです。それでは間取りから。奥行きを感じる部屋にしたいので、トイレを真ん中の壁沿いに作ります。さらに柱と仕切り壁で部屋の形を変えました。隙間がお風呂の入り口になります。左右で壁を揃えて、床は島で使っている前デザインに変えておきました。お風呂に必要な家具を置いたら完成です。では余ったスペースは何を作るかというと、ランドリースペースです。こちらもアッシュリメイクとグレーの組み合わせで作っていきます。椅子で通路が狭くなったとしてもゲーム内ではできないけど、テーブルの下にしまえるというイメージがあるので、これだけ詰まっていても窮屈さはそこまで感じないかなと思います。では次にトイレの前に洗面所を作ります。
パントリーなキッチンはコンロがついていないので洗面所として使いました。最後に家具を追加しバランスを取ったらバスルームは完成です。次は左の部屋にガレージを作ります。こちらもトタンをメインに使って、アクセントは窓ガラスっぽく見える温室の壁を使いました。では間取りから。窓なしにしたので圧迫感がないように風景を見せつつ広めにレイアウトスペースを取りました。柱を置いたところがガレージの入り口です。では家具を置いていきます。アウトドア好きイコール釣りも好きかなということでお魚たちを飾っていきます。そして天井家具で背景を埋めたら、次はガレージらしい家具を置いていきます。ゴミ類も置いて生活感も追加。最後に壁を飾ります。窓をなくしたのでチッコールステッカーで窓を作り、ガレージは完成です。次は奥の部屋にパントリーを作ります。壁は白いシェルフの壁、床はクールなピータイルを初めて使いました。次は間取りです。リアルなサイズ感にしたいので今回は部屋の半分しか使いません。ただ向きを変えると後ろにも部屋あるじゃんとなってしまうので柱で埋めまくります。それでは家具を置きます。壁は棚なんですけど飾ることができないので食器棚や商品棚を使ってそれっぽくします。そして本日4度目の気に入っている組み合わせも飾り、天井も吊るし棚で飾ります。次にパントリーに置いてありそうな家具たちや台に使っていそうな椅子も置いたりしてパントリーは完成です。最後は2階に寝室と作業スペースを作ります。壁は青い小花柄の壁紙、床はグレーのアーガイルタイル床、アクセントにキャッチーな壁を使いました。では間取りから。角に柱を作って立体感を出し、家具を並べて1部屋目のサイズ感を決めます。サイズが決まったらまた柱を作り、左右で部屋を分けました。左の部屋から作っていきます。壁のオレンジが強いので左側にもオレンジ色を使ってバランスを取りました。では作業スペースから仕上げていきます。ちなみにこの部屋は色は島に合わせてるんで、家具の雰囲気だけ見れば実際に住みたい部屋をイメージして作っております。中央はローテーブルと周りにクッションをたくさん置いてくつろげるスペースに。2階にも猫ちゃんを連れてきたのでキャットタワーも置いておきます。そしてベッドに高さがない分壁が物足りないのでチッコールステッカーで窓を作って、トタケケのジャケで可愛く飾り付けていきます。左の壁も飾り付けて、次は小物です。正面と物量を揃えるためにシェルフに壁掛け家具を貫通させました。
ローテーブルの上にも小物を置いて、次は右側の部屋に DIY スペースを作ります。まず廊下に工具棚や猫のトイレを置いて、廊下の角にはランプを設置します。奥は物があまり置けない分、柄物のラグで情報量を増やして DIY スペースを作っていきます。最後に壁を飾って2階は完成です。いかがでしたでしょうか。今回は久々にあつ森でレイアウトをしてみました。自分の好きと島のテーマを組み合わせた部屋になったかなと思います。それと島が完成してから時間が空いてしまったので、どうせならと思って現実の秋初め公開に向けて最終的な仕上げとたくさんある家のレイアウトをじっくりと進めさせてもらっております。長らくお待たせしてしまったんですけど、次の更新まで現在登録されている夢見を見ていただいて、もう少し待ってもらえたらなと思います。最後まで見ていただきありがとうございました。よければ高評価とチャンネル登録、コメントもお待ちしております。ほいじゃあ。